はい、どうもこんにちは。平田家具店店長の平田隆でございます。今回はですね、こちら、布じゃない、革ですね。ソファーとかの、張り地に使われてる、これは革の見本なんですけども、この革のクリーナー、レザークリーナーですね。そのレザークリーナーの使い方っていうのをご紹介しようというお話でございます。それで、これは実際の革の生地見本だったものなんですけども、これにちょっと実際使っていくんですが、ご紹介するのは、今回使うのはこのレザーマスターという、レザークリーナーなんですけれども、レザーマスターという商品で、これは、今中ちょっと開けますけども、こういう風になってて、ボトルが2本入ってるタイプですね。こちらが、革の表面を洗浄するためのクリーナー液で、こちらがクリーナー液を使った後に、革の表面を保護するためのプロテクションクリームというものですね。このボトル2本入った、セットになったタイプのものでございます。で、このレザーマスターというのはですね、一応、平田家具店でおすすめしてる、レーザークリーナーのもので、とてもいいものです。イタリア製なんですけれども、こちら、見えるかな。製造原産国イタリアって書いてるんですけど、光ってちょっと申し訳ないですけれども、レザーマスターと、これ動画の概要欄にリンク貼っておきますので、欲しいよということはその、リンクからちょっと見ていただければと思います。で、今回はねこのレザーマスターでちょっと、レザークリーナー革のお手入れの工程をちょっと見ていただこうというわけでございます。はい、それでですねよいしょ。基本的にですね、説明書っていうのがついてますので、どんな製品にも基本的についてますので、説明書ねよく読んでちょっとやっていただきたいなと思うんですが、たまに海外製のものとかだと、もしかしたら日本語の、説明文がないかもしれませんので、そんな時にねこういう今回の動画ちょっと参考にしていただければなと思います。で、まず革のこのクリーナーをですね使う前、実際にこう例えば今回はソファーの話しますけれども、ソファー全体に、使う前にですね目立たないところ、例えばソファーの背もたれの後ろの方とか普段見えないような目立たないところで色落ちとかしないかなとかっていうのをちょっと調べていただきたいわけですね。その方がやはり安全なので、どうするかというとですね、クリーナーがすでに手元にあるよという方はこのクリーナーの洗浄液、クリーナー液ですねをよいしょ、これをわーっとこう布に染み込ませていただいて、こういうところにちょっとわーっとこすりつけていただいてですね、この布の方にですね色が移ったりしないか、色落ちしたりしないかっていうチェックをしたり、あと革の方がですね不自然にシミになったりとか色が抜けちゃったとか、そういうことが起きないかどうか、それを目立たない場所でちょっとテストしてもらう。でクリーナー液というかこの
製品が手元にない場合もですね、単純に水道水とかの水でですね、ちょっと固く絞った雑巾で、見えないところちょっと強めにですね、ゴシゴシゴシとこうこすっていただいて、パッと見てもらうと色落ちたりシミになったりとかしてるものはちょっとやめといた方がいいです。普通に水道水でもチェックできますので、まずクリーナー購入する前にですね、自分の使いたいもので色落ちしないかどうかのテストをぜひしていただきたいと思います。はい。それで、今度は実際にどう使うかというお話をしますね。で、大概ですね、こういうクリーナーはですね、これスポンジなんですけど、スポンジが付属されているはずです。こういうセットに。今回のね、レザーマスターにはついてます。で、まず最初にクリーナーで、表面を洗浄する前に、例えば革のソファーだと、大事なことを、よいしょ。このレザーマスターとかはですね、このレザーマスターは、ソファーばっかりじゃなく、革製品全般ですね。ジャンバーコートとか、バッグ、革のバッグとか、ブーツ、ゴルフのバッグとか、とにかく革製品に使えますので、全般的なお掃除に使えます。ただ先ほど言ったように色落ちしたりしないかどうかというチェックは事前にされた方がよろしいと思いますので、ぜひチェックして、購入してみていただければと思うわけですね。で、今回は革のソファーの話ですけれども、革のソファー、いきなり洗浄液使う前にですね、表面のホコリを払ってほしいわけですね。乾いた布で優しくバサッと大まかなホコリ取っていただいて、払っていただいてですね、その後掃除機かけちゃってもいいです。溝にね、こういう脂肪になってるので、皮っていうのは溝に入り込んだホコリとかそういうのを吸ってあげるのに掃除機をバサーっとかけていただいて、全体に優しくですけどもかけていただいて、まずは表面のホコリを取るということですね。で、表面のホコリを払ったら、クリーナーで掃除をしていきます。で、その時にこのスポンジと、レザークリーナーが最初に登場すると。で、このスポンジ、そうだ話が進まなくて申し訳ない。今回のレザーマスター、今回動画で使っているのはこういうキャップです。普通のパカッと開くキャップですけれども、これがですね、ぐるぐるっと回すキャップで、もし取れないよっていうものがあれば、それは誤飲防止になってるキャップかもしれないので、それは店長それの開け方っていう動画以前に上げてます。動画の概要欄とかにご紹介しておきますので、それはちょっと過去の動画参考にしてみていただければと思います。はい。で、この洗浄液はですね、最初スポンジにこうやりすぎちゃった。新しいとですね、水位が悪いのでちょっと弾いちゃうかもしれないんで、ちょっと濡れてもいいところで、今地面が濡れております。で、ある程度やってあげて、こうやってスポンジクシュクシュすると泡立ってきました。で、泡立った状態でいやよいしょ、事故りましたよね。この泡立った状態でこのように、よいしょ、表面を掃除していただく。
シャーっと掃除していただいて、これねいきなりってソファーとかだと範囲が大きいので、例えばまずは肘の部分とか座面の、3分の1ぐらいとか範囲をですねちょっとこう決めて、やっていただければ。で泡立てた状態でこうワシャーっと優しく円を描くように表面になじませていただいて洗浄していきます。こんな感じ。よいしょ。でこういう風にやったらですね、乾いた布を用意してこう表面を拭いていただくと。ちょっとねこの生地見本のでやってるんでちょっと見づらくて申し訳ないんですけど、こういう風に拭いてあげて、日常的なね汚れとか、革のソファーとかだとこのレザーマスターの説明書によると、一応半年に1回のペースでお掃除と、後で説明しますプロテクションクリームでの保護を、半年ごとにやっていただくというのを推奨されてますね、レザーマスターの説明書。ただし、使用頻度の高い、不特定多数の方が座るような茶の間とかに置いてある革のソファーですともっと高い頻度でお掃除してくださいということが説明書に書かれております。はい、こんな感じでまず表面を洗浄します。これまあ別に汚れてたわけじゃないんでね今なんともないですが、結構ね手垢ですとかそういったものが取れます。はい、極端な汚れとかかなり目立った汚れだとこれだけで取れないかもしれないんで、ちょっと何度かやっていただくか、レザーマスターですとこのレザーソフトクリーナーって今これ書いてるんですけど、ストロングクリーナーっていうのを別に売ってたりするんで、そういうのもちょっとご検討いただければなと思います。はい、で表面を、クリーニング、クリーナー液でやりました。そしたらですねちょっとこうしばらく放っておいていただいて表面をちゃんと乾かしていただいてから今度は、このプロテクションクリームっていうのを塗っていきます。表面の保護ですね、傷とかそういったものとか、新たに手垢とかがつきにくくしたりするためのプロテクションクリームでございます。皮なのでね人間の皮膚とかと、同じだと思っていただければいいわけですね。ケアをしようというわけですね。で、プロテクションクリームを塗るんですが、ちょっとボトル最初しっかり振っていただいて、ちょっと沈殿してたりするんでね。でこのレザーマスターは、こういう白い布も付属されております。これ一応プロテクションクリーム用ですね。先ほどのこのスポンジは、クリーナー用です。でクリーナーをね泡を拭き取るのはなんか雑巾みたいのを用意していただければと思います。はい、プロテクションクリームを今度塗るんですけども、プロテクションクリームは、この白い付属の布にこう出していただいて、ちょっとドロッとした液体なんですけど、これを表面にこういう風に塗る感じ。そんな分かりにくい話じゃないんですけど、表面にねこういう風にまんべんなく塗布していただく。
なじませていただく。こんな感じですね。でこれですね、今表面かなりテカテカしてますけども、結構これドロッとしてるんで、最初このようにテカテカします。で塗り終わったらですね、まんべんなく塗ったよっていう風に塗ったら、説明書にはですね、30分から1時間ぐらいほっといてねと、いきなり座ったりせずにですね、プロテクションクリームを使って、30分から1時間放置して、完成というわけでございます。多少ねこう最初たっぷりめにつけていただいた方が、保護はされます。塗った直後に触るとペタペタするんであれですけど、でこれはですね、普通の座面とかだと1回今みたいに塗っていただく感じでいいんですけれども、よく手の触れる肘の部分とか、背中が高いハイバックタイプだと頭が触れる場所、肘ゴロッと横になった時は肘もそうですけれども、頭が触れるところとか手が触れるところとか素肌が触れるところですね、そういったところはやっぱり汚れやすいので、人の油というか皮脂とかそういうのがありますので、そういった場合は一度塗った後にもう一度同じくプロテクションクリームを2度塗りしてもらうと、保護性能が高まります。なので肘はやっぱり特に肘と背もたれの頭の当たる部分とかは2度塗りされた方がよろしいかなと思いますね。その方が、長持ちします。快適に、清潔に汚れにくく、皮自体も、何もしないとやっぱりひび割れてきたりですとか、直射日光とかにも弱いんですけれども、ごめんなさい、カメラにちょっとぶっかしやっぱり何もしないよりはやっぱりこういうふうに皮の場合はお手入れされた方が圧倒的に長持ちしますので、しっかりとこういうふうにケアされた方がよろしいかなと思います。長く快適にお使いいただけます。はい、そして、2度塗りしまして、また30分から1時間放置してから、しっかり馴染んだ後に、いつも通り使っていただければと思うわけでございます。先ほど最初の方にも言った通り、半年に一度とか、不特定多数の人がよく触ったり座ったりするよという場所ですと、やっぱり3ヶ月に一度とか、ちょっと本腰入れてね、お休みの日とか本腰入れて一度クリーナーと先ほどのこのクリーナーとプロテクションクリームで、洗浄&保護ですねしていただければなと思うわけでございます。はい、そんなわけで今回はレザーマスターの使い方のお話でございました。たどたどしい。よいしょ。画像的にいい感じになるかな。よいしょ。ちゃんとしまっといた方がいい感じになるね。こんな感じ。こんな感じでございます。はい。そんなわけで、今回はレザーマスターを例にとって、革のソファーの、洗浄と保護のお話でございました。レザークリーナーの使い方と
いうお話でございました。この洗浄液だけでも売ってますので、バラでね、洗浄液一般的なものだと、例えばスプレータイプみたいのだとツヤを出したり、洗浄プラスツヤを出すみたいのも別の製品でね、レーザーマスターじゃないですけど別の製品でもあったりしますので、そういうのでももちろんいいですし、今回ご紹介したこのレーザーマスターを使っていただいてしっかりケアしていただくというのでも良いわけでございます。はい、とにかくですね、革のソファー、せっかくの革のソファーですので大事に長くお使いいただければなと思うわけでございます。はい、それでは今回はこの辺で。動画役に立ったよとかいう方をですね、ぜひチャンネル登録していただいたり、動画に高評価いただいたりすると店長大変嬉しいです。はい、ありがたいです。よろしくお願いします。そんなわけで今回はレザーマスターのお話でございました。それでは今日はこの辺で、また動画でお会いいたしましょう。じゃあね。